ベルチャームです。ベルチャームというのは、すいません。こういう。私、最初から仕切っていいですか？どうぞ。寄せ植えが好きすぎて寄せ植え屋さんを開いてしまいましたソフィーです。今日は藤間園芸さんに来ています。藤間園芸の安田さんです。よろしくお願いします。藤間園芸さんは花日和さんという生産と育種をされている方のペチュニアを育てていらっしゃいます。藤間園芸さんはホイップマカロンのメロンクリーム、ブランチシリーズですね。はい、ブランチシリーズのホイップマカロンの、メロンクリームを見つけちゃった方で、はい、それでちょっとここにはメロンクリームもたくさんあります。はい、それも後でそうですね。取っておきます。はい、で今期はベルチャームシリーズというお花がジュニアのね、種類が出ます。はい、ということでご紹介をしがてら、はい、ペチュニアの育て方を教えていただきたいと思います。はい、でまずここにちょうど目の前にいらっしゃる。そうですね。はい。待望の今年出るベルチャームシリーズのこれはエレンっていう品種なんですけど、めっちゃでかいですよね。だいぶ大輪のはい、大きいペチュニアになります。私さっき定規をあっちにあったのこう当てたら7センチぐらい。他の多分品種と比べてもらえればだいぶ、すみません、フェードアウトします。ごめんなさい。はい、マカロン。これはプレミアムカラーの、はい、ミルティーユなんですけど、これと比べるとこんな感じで、1.5 倍ぐらい。5倍ぐらい。はい。一回り二回り、二回りまでいかないかな。一回りぐらいだいぶ大きい。はい。5センチぐらいなのかな。もうちょっとちっちゃい気がするけど。そうですね。プレミアムカラーの方がまだ花はちっちゃいですね。私も目だとしちゃった。めっちゃ可愛いんですよ。目の覚めるようなピンクで。ここで測っちゃう。やっぱ8センチぐらいあるこれ。ものによってなんか10センチぐらいいくものもあったりするから。はい。一概にはなんかこうめちゃくちゃでかいものばっかりっていうわけにもいかないんですけど。やっぱホイップマカロンが5センチぐらいですね。そうですね。はい。なので結構大ぶりの豪華なお花が咲きます。はい。でホイップマカロンは話変えちゃダメだ。そうですね、お水やりからです。はい。お水やり私は上からビャーってかけないで根元にかけてくださいって。そうですね。基本的には根元からこのちょっと株を持ち上げてもらって、じょうろとかホース口かなんかでこうジョーって入れてもらえれば花に水がかからず傷みにくいので、管理はしやすいかなと思います。どうしても上からこうジャバジャバジャバって水あげちゃうとこの八重咲きのペチュニアなんかは特に花の弁が多いので、この弁の間に水分が含まれちゃって、で朝やれば乾くんですけど、夕方とか夜とかになっちゃうと水が乾かないでそのまま中で蒸れちゃうような感じで、そこから傷んじゃって花からこう茶色くなっちゃって、で腐ってっちゃうっていうのが大体の一連の流れのような感じになりますね。葉っぱがぐちゃぐちゃってびちょびちょってなっちゃうのは葉っぱとか茎とか。それは完全に過失のやりすぎ、水のやりすぎっていうのが一番の原因ですね。はい、で特に中の泥をこう手触ってもらうと分かるんですけど、こう少しでもちょっと濡れるぐらいだったらまだ水はあげなくて大丈夫です。完全に表面とか、中見てもらうと色の濃さがだいぶ変わるんで、それが分かるぐらい水がなくなった時にたっぷり水をあげていただければ失敗しづらい。じゃまだ土がちょっと湿ってる色をしてたらあげなくて大丈夫です。そんな感じでいいんですね。はい。毎日毎朝水をかわいそうだからとかこう可愛がって毎日あげるっていう風になると、この子もどんどん水あげられちゃうと腐ってっちゃうんで、根っこで呼吸ができなくなっちゃう。なるほどね。はい。そうですね。結構寄せ植えとか、あとは鉢とかになっちゃうとどうしてもこれだけ株張りが良くなってきちゃうんで、中の泥がなかなか見えづらい
どうしてもそうなると、いつお水あげたっけってなったら、ちゃんと必ず中の泥の、水の量をパッと見でもいいんで、少しこう乾いてるなっていうぐらいだったらあげてもいいんですけど、まだ全然少し触って水気があるなっていうぐらいだったら、その日一日まだ全然植物なんでいけます。ちなみに水ちょっとやりすぎちゃったかなっていう感じの元気のなさの時ってもう結構終了ですか？もう末期に近いですね。僕の場合はそこから一気に水を切らすんですけど、切らした後にもう本当にすごい軽い状態になった時に水をあげて、そこから復活する場合もあるんですが、じゃあもう基本的には終了に近いです。あーってなるんですよ。あーってうーってなって。あとはもう植物自体がもう多分元気がないんで、圧力剤あげたとしてもちょっと硝酸薄いかなっていう感じですね。わかりました。ホイップマカロンのノーマルカラーって立ち上がる性質って聞いてて、立ち上がる性質っていうのとなんかそういう匍匐性っていうかあるじゃないですか。胚性みたいな、こうちょっと横に這うみたいな、言ったらこういう感じですよね。上にこういかないで、どんどん横に広がっていくような。ベルチャームも割と胚性ですか？ベルチャームは基本的に胚性ですね。全部。聞こうと思ってました。ホイップマカロンのノーマルは立ち上がるって聞いたんですけど、プレミアムは胚性って匍匐するって聞いてて、じゃあベルチャームも匍匐性？基本的にはそんな感じですね。真ん中剥げちゃう系ですか？結構ノーマルカラーは切り戻しは強いんですけど、プレミアムカラーは結構その切り戻しに弱い性質を持ってるので、ただベルチャームは向こうのハウスにもう根元からバッサリベルチャームを切って切り戻しした株があるので、それを多分見ていただければどれだけこれがその切り戻しに強いのかっていうのが分かります。ホイップマカロンのプレミアムって切り戻し弱かったじゃないですか。そうですね。ベルチャームは強いんですか？めちゃくちゃ強いですよこれは。もう本当に株元の本当にギリギリ攻めてもいいぐらい。葉っぱ残さなくてもいいぐらい。残さなくてもいいぐらい。そこからもう本当に脇芽とかがいっぱい出てくるので、それはまあ後で、ソフィーさんがあっちに見に、写真もしかしたらここに出てくるかもしれないですけど、後でなんかうまい具合に入れときます。ブランチシリーズですね。ブランチシリーズのホイップマカロンのメロンクリームをすごい可愛いですよね。一応去年も少しいただきました。生産させていただいたんですけど、今年は僕以外にも、花日和さんの品種を作ってる方たちにたくさんのところに行ってるので、お店とかにはちょっといろいろたくさん出るかと思います。めちゃくちゃこのエレンがすごく綺麗で、これ僕一番好きな色なんです。そうなんですか？ベルチャームの中で。クロエちゃんが好きです。そうですね。一番特にない色ですからね。私これクロエちゃんが大好きです。じゃあちょっと他のも。これクロエちゃんです。うわ、可愛い。グリーンにピンクですかね。色が入ってる。めっちゃ好き。そうですね。藤間園芸さんで生産していただいている花日和さんのペチュニアさんたちを今期出る新しいシリーズをご紹介していただこうと思います。どうぞ。ベルチャーム、さっき紹介したベルチャームのこれエレンですね。かわいい。すごい八重がしっかりしてるですね。そうですね。豪華な。そう、綺麗。めちゃくちゃ豪華です。ブローチになるぐらい大きくて。一応他のピンク系だとこれがアンナちゃんってホイップマカロンのあの子に似てますよね。結構薄い系のピンクなんで、可愛らしい、すごく優しい色で。次がこれがアンジェラっていう品種です。アンジェラは紫っぽい色にグリーンがそうですね。ここの画面に分かりづらいかな。緑が入ってるんですけど、でもう一色これと同じような、色合いのレイラっていうのがあるんですが、これですね。ちょっと似てる色にはなるんですけど、レイラはちょっと濃い色ですよね。そうですね。ちょっと画面越しだと結構シックな色に
なっちゃうと思うんですそうなんが、ですよね。画面越しだとちょっと色がね、そう分かりづらいんちょっですけど、とわかりづらいんです。紫っていうこっちの方が少しはい、緑色が入るそうで感じですすね。ね。紫はい。にこれがレイラさんで、緑が入ったのがアンジェラっていう。アンジェラちゃん。はい。はいエマですね。純白のエマちゃんそうですね。です。真っ白。はい。八重感がちょっと薄いんですけど、はい。もうちょっと咲けばもっとはい。花の枚数が増えますね。はい。この子が一番耐性がすごく強くて、すぐに結構横に大きくなります。強いんですか？強いです。白って、ホイップマカロンも強いですよね。そうですね。うん。あと、大きくなるのが早い。どのうんペチュニアもそうなんですけど、白って。あであとこれがソフィーさんおすすめの推しです。クロエさん。はい。最初黄色っぽい、緑っぽい花弁なんですけど、先進むと花の先がこんな感じでピンク色が乗ってくるっていう可愛いです。感じですね。は最後、ミシェルっていう。い。ミシェルがエレンよりちょっとそうですね。薄い感じのもっと薄い感じの色合いになります。名前も可愛いんだ。ほら、こんな感じ。だからああ。白い花弁が少し目立つ。こっちはもっとピンクが映えるような感じですね。ミシェルね。はい。ミシェル可愛いです。ミシェルは結構コンパクトなんで、あんまり大きくならないです、この子は。結構ゆっくりめでそうなんで大すか？きくなってきます。他の子たちなんかより。可愛いです。ほら、可愛い感じで。可愛い。はい。次は、一応去年、はいソフィーさんのところでも買っていただいたメロンクリーム、うちでさっき紹介した藤間園芸原産の白いお花に緑が乗っかってるようはい。な形の、ホイップマカロンノーマルカラーの突然変異種。そうですね、白から出てきた突然変異で枝代わりっていうんですけど、それをこう自分のところで、脇芽取って、でそれで固定して、で同じ花が咲けばもうそれで出来上がりっていう形のやりな方かなんか変わなですけど、ってて綺麗です。そうですね、うん性質もノーマルカラーの性質なのでピンチにも強いし、うんあと病気にも強い、ウイルスとかにも、はい。であと成長も他のプレミアムカラーよりかはだいぶ大きくなるのが早いんで、だいぶ優れものです。立ち上がるんですよね。そうですね。一応これでっかくならないように薬はかけてあるんですけど、はい多分切れてくるとはい。こう枝ぶりがだいぶ上の方に走ってくるんで、そう、寄せ植えをするときにやっぱり立ち上がるとか匍匐するとかって頭に入れて寄せるとあやっぱりこう植えやすい。やっぱりこう来るからちょっとここにこんな感じに寄せようとかあるんで、うんうんうん、すごく参考になります。あと最後が、今年一応プレミアムカラーの方なんですけど、新しく出たピスタチオベリーっていう。これがね、また積もってるんですよ、私。これすごいですよね。すごい積もってる。これ私好き。結構色幅がだいぶあって、これ緑の部分が多いんですけど、中にはこの花弁の中のこのちょっとほんのりピンク見えてると思うんですけど、これが結構花弁の面積が、ピンクの面積が多くなるものも中にはあるので、結構色幅的には使い回すには結構いっぱいあって、で可愛いですからね。そうですね、はい、これもクラシカルチェリープレミアムカラーの枝代わりから出てきたっていう。クラシカルチェリーなんだ。はい、クラシカルチェリーが可愛いから。そうですねモカモンブランとかクラシカルチェリーはだいぶ好きな人多いので、そうですね。はい、モカモンブランすごい人気ですね。そうですね。どんなになんかいろいろ新品種が出てもやっぱりすごいモカモンブラン強いですもん。うん、元祖だけあって。元祖だけあって。切り戻しってタイミングってどんな感じですか？切り戻しするって言ったらなんか目安ってありますか？目安か。目安、暴れ始めたらかな。もわもわしちゃったら。こうグラグラしてたりとか、あとは買った人が育てて大きくなってもうちょっとこう形よくしたいなって言った時にピンチするぐらいの方がいいですかね。お客様でやっぱりプレミアムカラーのピンチが難しいってすごい言われるんです。そうですね、確かにそうですね。僕もピンチ難しいです。そうなんですか。はい、プレミアムカラーは
あんまり下の方でまたピンチしちゃうと、はいまた死んじゃうので、あなるべく花が咲いてる下の節を切っていただくっていうのが一番ベストの切り戻しの場所ですね。なんか大きくしたいのに切り戻しがなんかこううまいこと思うようにいかないらしくて、ご相談よくいただいてま僕も一応鉢で今親株管理してるんですけど、それも一応ピンチはせずになるべく花を摘むのと、ピンチ切るって言っても、さっきのこのピスタチオベリーのこういった花があると思うんですけど、この花になりそうなところ、ここの下をペチって切ってもらえると枝ぶりがこう良くなってくるので、できれば花の下、花が咲きそうなつぼみの下で切ると一番形よくできます。なるほど。はい、で花日和さんもご自身で楽しむ分には刺しても全然構わないっておっしゃるじゃないですか。はい、もちろん登録されてる商品なので刺して育てて売るのは絶対違法なんですけど、ご自身でこう刺して楽しむのは全然いいですよって花日和さんもおっしゃってるので、ちょっと難しい子は刺しちゃえみたいな。そうですね。冬場とかにやっぱり挿し木をすると、どうしても温度が足らないので根っこが出てこない、でそのまま終わっちゃうのが多いので、今時期からやるんであれば全然問題ないとは思います。なんかお一人様向きな子っていますか？でも基本的に全般お一人様向きですかね。そうですよね。ペチュニア蒸れちゃいますからね。そうなんですよ。じゃあ寄せるときはちょっとスカスカめってことですよね。きっと涼しくてこう風通しいい感じですよね。そうですね。あと私こうペチュニアはナメクジにすごく困やらってれますか？るんですけど、やられます。なんかコツっていうかやっぱ高さを取ればいいんですかね。そうですね。うちもナメクジいますけど、葉っぱとか花とかめっちゃやられるの。水分の基本的に残さなければ寄っては来ないので。水分ってことですか？そうです。じゃあもう夜日が暮れる頃には乾いてるのが理想。理想ですね。うちも水やりを忘れてこう夕方とかにあげちゃって、で次の日見るとちょっと葉っぱが食べられたりとか、なんかナメクジが通った後キラキラしてるじゃないですか。そういうのが残ってるんで。それは初知り。だからそれだけ気をつければ大丈夫です。ピスタチオベリー。はい、これもうプレミアムと同じで大丈夫ですか？そうです。その中の一色っていう扱いになるので。でメロンクリームもノーマルカラーと同じ管理で。はい、そうです、ね。大丈夫。はい、大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。